はい、井上ゼミです。今回のお話はですね、哲学シリーズでですね、スピノザのエチカやってみたいと思います。はい、このね、スピノザのエチカなんですけれども、これね、エチカ自身のね、本ではなくてですね、このスピノザのエチカという本の内容を紹介したこちらの国分光一郎さんの書いたですね、NHK 100分で名著のスピノザエチカという本です。こういう本ですね。はい、こちらの本を読んでの、内容紹介っていうことになります。っていうのもですね、スピノザのエチカって僕読んでないんですよ。でね、書店で手に取ってパラパラ見たんですけども、めちゃくちゃもう難しいということで、まずはこっちだってことでですね、こちらを読んでみたらですね、もう国分光一郎さんがめちゃくちゃ分かりやすく書いてたんですね。で、こちらのですね、もう国分さんが本当分かりやすい。本当分かりやすく書いていて、でまたその内容がですねめちゃくちゃ面白かったんで、今回ねこのお話をしたいと思います。ですね、とりあえずですね、今回このスピノザのエチカね100分で名著なのにですね7回にわたってお話しします。っていうのもこの分かりやすいということに加えてめちゃくちゃ面白かったんで、そのね、分かりやすさがもう本当にもうふんだんにあったので、できるだけ細かく分けて見ていきたいと思います。はい、で7回のね、一応内訳をね、ざっと紹介しておきますと、今回1回目はですねスピノザという人間ですねの、人物紹介みたいな話で、スピノザがどういう時代に生まれて、どういうね、考えを持っていたのかっていうお話、ざっくりとした、スピノザの、人物紹介、それから、エチカという本のですね、エチカという本がですね、一体どういうふうなことを全体として書いているのかっていうことの簡単な紹介ですねを、最初に、します。で、2回目ですね。2回目はね善悪、国分さんがねそのエチカの中で重要な概念として4つを挙げていて、その4つの重要な概念を紹介することで、スピノザがですねどういうふうな考え方をしていたのかっていうことを紹介した本が今回のテキストなんですね。なので、その概念を順番に見ていきます。で2回目がね1つ目の善悪という概念を見ます。で3回目が、2つ目の本質って概念を見て、で3番目の概念として自由っていうのを見るんですが、この自由の話はですね結構多いので、4回目と5回目の2回に分けてお話ししたいと思います。でその後に、4つ目の概念としての真理ですね、真理の話を6回目にして、で最後に国分さんがですねこのスピノザの考えと現代社会っていうものを関連させたお話をしていて、でそこも面白かったのでそのお話もしてみたいと思います。ということで全部で7回ですね。で、ここで通して紹介するのはスピノザの重要な概念として、善悪、本質、自由、真理とこの4つの重要な概念ですね。これを紹介することでスピノザが、の考え方をですね、理解しようと、こういうことですね。でこれね単なる哲学のスピノザのね、考え方を理解するにとどまらないってところがまたこれ面白いところで、どういうことかっていうと、自分とかね社会とかっていうものの問題を考えるねヒントとしてめちゃくちゃ役に立つんですね。で私もその自分の経験してきたことと照らし合わせてものすごく面白かったんで、今回ねこのお話をしてみようということになったんですけれども、ということで今回はスピノザのエチカのお話をしたいと思います。で、早速1回目、入りますけれども、まずねスピノザっていう人がねどういう人物なのかっていうお話をしたいと思います。でスピノザはですね17世紀ですねのオランダの哲学者です。で、1632年に生まれて1677年に亡くなってます。でねすごいね、これ44歳ですね。割と早く亡くなっているんですけれども44歳で亡くなってます。でここで注目してほしいのが、これまた後で出てくるんですけど17世紀っていう時代なんですよ。この時代背景これが重要で、なんでかっていうと17世紀が大転換の、世紀であったっていうことですね。どういうことかというと、これ国家とか主権とかが作られた時代であり、近代哲学がねデカルトの近代哲学っていうのができてきた時代であり、生まれた時代であり、あと近代科学が生まれた時代でもあり、社会契約説ホッブズ・ロックという人たちが社会契約説唱えた時代でもあるわけですね。つまりこういったですね、つまり現代につながる学問が出揃ってきた、そういう時代なんですよ。そういうその現代につながる近代っていうのが生まれてきた、そういう時代です。でここに至って
その現代に続く一定の方向性が選択されたと、そういう時代だったということですね。この17世紀がそういう時代に生まれているオランダの哲学者であるということです。で、スピノザはですね、ここにね、デカルトの近代哲学が出てきましたけど、このね近代哲学とは別の方向を試作していたと国分さんはおっしゃってます。でこれをね、ありえたかもしれないもう一つの近代というふうに表現しています。ね、ここが多分一番面白いですね。ね、実は今までの私たちが享受しているような近代に続く現代ではなくて、ここにありえたかもしれなかったもう一つの近代というのがあったんだというお話をしているわけです。でそれ具体的に言うとね、思考の OS って呼んでるんですけど、これ私たちが今享受しているような考え方とそもそもね思考の OS が違うんだっていう話をしているわけです。で OS っていうのはねコンピューター用語ですよね。Windows の OS、 パソコンの OS だったら Windows と Mac ってありますよね、例えば。だからWindows の、で使うアプリとかですね、ソフトっていうのは、Mac の OS でそれを使おうとするとうまく使えなかったり機能しなかったりしますよね。つまりそういったことでこれ何言ってるかというと、考えをね変えるんじゃなくて考え方を変えるっていうことなんですよ。つまりそもそもの私たちが普段持っているような思考の OS と違うってことなんですね。なので単なるその OS の一緒の OS の中で考え方中身を変えるのではなくて、その枠組みそのものを変えないとスピノザの言ってることは理解できませんよって話をしてるわけです。ね、ここがもう一番のこの注目ポイントですね。これがですねスピノザの一番面白いところですね。はい、でこれをですねこれどういうふうに違うのかっていうことを4つのねさっき言った重要な概念を通して見ていきます。スピノザがですね哲学者に関してこういうふうに言ってるということがありまして、哲学者ってどういう存在かっていうと、机の前でですね不必要に難しいことを考えたり、夢物語にですね浸っている世間知らずの輩ではないよって話をしてます。じゃあ哲学者ってどういう人かっていうと、真理を追求しつつも命を奪われないためにどうすればいいかと常に警戒を怠らずに思索を続ける人間であるということをおっしゃってます。ね、なんでこういうふうに言うのかってね、いうところなんですけれども、これね真理はね必ずしも世間の人々を喜ばせないし、それどころかですね強い反発を生みかねない、しかも権力からは敵視される、そういうことになりますよっていうことなんですね。でなんでかっていうとですね、これスピノザ自身が経験していることが背景になってるんですけど、スピノザがですね、ユダヤ教なんですけど、ユダヤ教会から破門されたりですね、そういった絡みでですね襲撃されたりっていう襲撃事件に見舞われてるわけですね、スピノザ自身が。ね、こういうことをねが背景にあるので、もうこの辺のねもう命を奪われないっていうもうここには気をつけながら思索を続ける人間であると、それが哲学者であるっていう、そういう言い方してます。で面白い、事例を国分さん挙げていて、これね例えばデカルトもそうで、デカルトはですねガリレオ・ガリレイが宗教裁判にかけられたとかっていうのを見てるわけですよ。ね、あるいはプラトンはですねソクラテスね、自分の弟子ですよねのソクラテスが処刑されるっていうのを見てるわけですよね。だからこの辺がですねよくよく警戒をね怠らずに思索を続けるというのが哲学者であるってことですね。だからこの辺めちゃくちゃなんていうかもう身に染みて分かってるわけですよね。真理とはどういう、インパクトをですね人々に与えるのかっていうところですね。この辺にめちゃくちゃ神経を研ぎ澄ませてかつ思索を続けていると、それが哲学者であるっていうね、この認識ね、この哲学者観ね、これも重要だと思います。はい、でそれからですねスピノザという人をね表す特徴としてこれあります。人生のさまざまな楽しみに通じていた人ね、どういうことかっていうと非常にねユーモアがあったそういう人だそうです。でかつ釣りの達人とかねそういうお話もしてます。でこれねスピノザが言った言葉っていうことで、引用してたんであげたんですけど、私は大いに笑うことと今後生活していくのに必要なだけ働いて夜は哲学を研究して過ごせるようにすることを望んでいますとね。もうここにそのスピノザという人間が現れてますよね。でなので、スピノザはですね
レンズ磨きとかっていうね仕事をしながらプラス、庇護者ですね、守ってくれる人とか友人たちの援助ね、そういったもので生計を立てて、で夜は哲学を研究するというような、ことをね、していたということで、このね大いに笑うことっていうのはね僕すごい共感しますね。はい、僕本当に面白いっていうので世界を満たしたいというふうに思ってる人間なんで、もうこの笑うことっていうのをねいかに大事かっていうことを思っているので、結構ねここは分かるなっていう感じがしました。次ですね、生前に出した本は2冊のみっていうね、スピノザが生前に生きている間に出した本って2冊しかないって話なんですね。で1冊はデカルトの哲学原理という本で、2冊目がですね神学政治論っていう本なんですね。でこの神学政治論っていう本ってこういうねユダヤ教破門された襲撃事件とか襲われたりしてるので最初匿名で出したんですって。だけどそれがねバレて結局発禁になったそうです、この本がね。でこの神学政治論ではどういうふうな内容を書かれたかっていうと、聖書をですね批判的に読み解く、そして、思想言論の自由を訴えるというような内容だったそうですね。これがすぐ発禁されるというね、ことに見舞われるわけなんですね。でめちゃくちゃスピノザってこの警戒してるんですけど、それでも匿名にしてまでね世に問うたっていう、理由がねありまして、これ何でかというと、これ無知者への抗議だということを言ってるわけですね。で無知者っていうのは何かというと扇動された群衆のことです。この扇動された群衆に対しての抗議なわけですね。それで出したということなんですけど、これね外部から何かねつまり無知者ってどういう人かというと、外部から何か働きかけることでぞろぞろ動き出すが、それらがですねそれが終わればですねすぐにいなくなる、つまり存在することをやめるというようなことを言ってます。ね、そういう人たちに対する抗議ということで、これね国分さんが例えばで挙げてたのがインターネットの炎上とか、を挙げてましたね。確かにそうですね。インターネットでめちゃくちゃこう炎上して、で一時それが過ぎるとですねもうすぐこうもう引いたように、もういなくなっちゃうね、そういう感じですね。これ僕ねこれは僕思ったんですけど、これ今話題のコロナウイルス、もうこれもねなんとなくねコロナウイルスに対しての人々の反応っていうのが非常に似てるなという感じもしました。ですからスピノザはですねそういう無知者への抗議というようなことを、この神学政治論という本で、世に問うたということなわけですね。そんな感じが、スピノザの、時代背景とかなんとなくねスピノザっていう、人間がお分かりいただけたかと思います。ということでじゃあ次はそのスピノザが書いたですね「イッチカ」という本はどういう本なのかということのお話をしたいと思います。これなんと生前に出てないんですよね。生前のこの2冊以外ですからね。だからこれね完成してたんだけども結局こう、出せなかったわけですよね。でその「イッチカ」じゃあ一体どういう本なのかということのお話なんですが、まずこれね1661年に書き始めて1675年に書き終わってるんですね。しかもこう途中でね中断してさっき言った神学政治論を書いてます。このエチカを中断してそっちを書き上げてからのもう一回これ書き始めて、書き終わってます。だからこれ書き始めて書き終わるまでに15年かかってます。ね、すごいですね。エチカ書き終わるまで15年かけるっていうね、もうすごいですけれども、そんなふうにして書かれた本です。ちなみにこのエチカっていうのはラテン語のエチカから来てまして、これね日本語に訳すと倫理学っていう意味ですね。で倫理学っていうのは何かっていうとどのように生きるかを考える学問のことです。だからそれがそのままタイトルになってるんですけど、そういう、ことで、つまり言い換えると自分が今いる場所でどのように住みどのように生きていくかという問いを発する、ね、そういう学問であるということですね。でこれ面白いのがね、これ比較として道徳ってあるじゃないですか。ね、ここで倫理学で使われているこの倫理と違って道徳ってあるじゃないですか。ね、この道徳と倫理の違いを、述べてまして、道徳はですね超越的な価値や判断基準を上から押し付けてくるものであると。ね、これ分かりますよね。こう人間は何々をしてはいけませんとかね、超越的な価値や判断基準を上から押し付けてくる。対して倫理っていうのは自分がいる場所に根ざして生き方を考えていくことであると。それが倫理であると。ね、もうこの比較というか違い分かりやすいですよね。めちゃくちゃ分かりやすい。ね、倫理っていうのは、
自分がいる場所に根ざして生き方を考えていくことであるということですね。そういったものがエチカというこの本のタイトルになっているわけです。でじゃあこのエチカの中で書かれていることで一番この何て言うんだろうな全体的な理解として一番重要な考え方キーワードは何かというとこの神すなわち自然ってやつなんですね。神すなわち自然、これ言い換えると半神論というそうです。半神論っていうのは神羅万象あらゆるものが神であるという考え方です。だから半神論神すなわち自然というのはそういうことなんですね。なのでこの神っていうのはよく僕らは神っていうとなんか宗教的なものかなって思うじゃないですか。そうじゃないってことですね。そうじゃない。どういうことかっていうとスピノザの考える神っていうのはまず神は無限であると考えます。つまり限界がない、イコール外部がないんですね。なので全ては神の中にあると考えます。なので神が全てを包み込んでいるというふうに考えます。なのでこの神は宇宙のような存在なんですね。宇宙のような存在なので神すなわち自然、つまり神を自然と同一視しています。スピノザにとっての神は自然なんですね。なので、神イコール自然ってなるんですけど、神イコール自然っていうのは、もう一つの特徴としてこれ外部を持ちません。外部っていうのがない。なのでいかなるものからも影響を受けないんですよ。外部からの影響がない。だってそもそも外部がないんだからつまり自分の中の法則だけで動いている。これが神自然なわけです。なので、重要なことはですね、自然の中にある万物は自然の法則に従い例外は存在しないってことなんですね。私たちも自然の中にある万物の一つですけれども、私たちも含めて自然の中にある万物は自然の法則に従っていて決して例外は存在しないってことです。つまり超自然的な自然を超えた超自然的な奇跡っていうものは存在しないってことなんですね。なのでここで分かるようにスピノザの言う神っていうのは宗教的なものではなくてむしろ自然科学的なものなんですね。これをスピノザは神と言っているのでここの理解めちゃくちゃ重要ですよね。もう神っていうとなんか宗教みたいに僕ら思っちゃいがちなんでそうじゃないってことですね。だからスピノザの神は自然である、むしろ自然科学的なものであると、この理解めっちゃ重要ですね。ということで、イチカの中のこの神すなわち自然ですね。この考え方がもう基本となってきますのでここを押さえておいた方がいいと思います。で、国分さんがですね一応このエチカっていう本の読み方を示しておりまして、このエチカ僕も書店でちょっと読んだんですけど読んだというか見たんですけどもうむずすぎます、もうさっぱりわからないって感じで、なんでかというとこう定理が連なってるわけですよ。なんかもう本当になんか定理がこういくつもこうなんか箇条書きで羅列されてるみたいなそういうことが箇所が多くて、そういった本なので、気になる定理から読んで、そこから広げていくと、つまり初めから順番に読んでいくんではなくてもう自分の気に入ったところから興味のあるところから読んでいくという読み方の方がいいですよというお話をしてます。でおすすめは第4部から読むのがおすすめですよって話をしてます。なんでかっていうとこの第4部ってところの序文に序文があって第4部の中の序文にエチカ全体のそれが序文として読めるからということを言っています。エチカ全体の話がですねこの第4部の序文に書かれているということなんですね。なので次に見るですね概念の善悪っていうのもこの第4部の序文に書かれているそうです。はい、ということで今回はですねスピノザの人物紹介とエチカという本がどういう本なのかということの簡単な紹介をしてみました。はい、多分これそれぞれ重要なところ僕が挙げるとすると多分このスピノザの方ではですね、そもそもこの思考の OS が違うというところですよね。ここ大事ですよね。はい、なので僕ら自身がその今の持っている OS で考え方でスピノザの考えを見るとちょっと理解しにくくなってしまうということがあるのでそこをですね考え方を変えるということが重要になってくるというお話。それからエチカの方ではこの神すなわち自然ですね。この考え方めちゃくちゃ重要ですよね。スピノザの言う神っていうのは万物は自然の法則に従って例外は存在しない。この辺が非常に重要になってくると思います。ということで次回はですね重要概念の一つ目としての善悪
ね、スピノザは善悪をどういうふうに考えていたのか、スピノザはその良いもの悪いものっていうものをどういうふうに捉えていたのかっていうお話をしていきたいと思います。ということで今回は以上で終わります。じゃあまたね。